今回は特別企画ということで、ゲストの鳥谷社長にお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は鳥谷さんのアナログ業務を AI でリアルタイムに解決できればと思っております。鳥谷さんの自己紹介を簡単にいただけたらと思います。株式会社バーディ代表の鳥谷と言いまして、ストックさんで認定パートナーとしても活動してるんですけれども、事業としては主に法人様向けの YouTube 支援業っていうのをやらさせていただいてまして、過去7年間で170社以上の運用代行業を行っているので、業界の中ではトップなんじゃないかなと思ってます。すごいですね、170社って。数だからいいってわけじゃないんですけど、7年間一筋やり続けてるっていうところの自負はちょっとあります。特に AI 時代においては、人っていうのを PR していくとかって、会社側的にも求められることだったりするんで、今後もより増えていきそうな感じがします。いや、ありがたいですね。動画ってなかなか AI 化しきれないところがあるので、今日はワクワク反面、本当か反面見させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。人がやるべきことっていうのは残ると思うので、人がやらなくても良いよねってことほど AI 化した方が良いと思います。そのあたりとかはぜひ実演できたらなと思っております。そんな鳥谷社長の撲滅したい業務というところになるんですけども、事前に4つ出していただいたんですけども、それぞれ簡単にご説明いただけますでしょうか。1つ目が連絡漏れチェックっていうところで、基本的にチャットワーク、スラック、あと LINE でお仕事の方をやらさせていただいてるんですけれども、連絡漏れがないかっていうのを空いたタイミングとかでやっています。2つ目がミーティングの議事録、TLDV を使ってある程度は簡略化できてはいるものの、まだまだ手作業でやってるところもあるので、もっと自動化したいですと。3つ目は動画チェックですね。YouTube の運用代行業をやっているので、僕は動画の方もチェックするんですけれども、私が運用しているチャンネルはサムネタイトルとかもチェックさせていただいているんですけれども、なんだかんだやっぱ目で見て指摘しなきゃいけないところもあるので、ここは行ってますと。最後はちょっと会計業務ですね。収支上の精査っていうところをやっていますね。この4つがアナログ作業なのかなっていう感じです。それぞれどうやって AI 化していくのか見せられたらなと思います。普段連絡漏れチェックですと、どんな形でやられてますか？まずチャットワーク開きます。1個ずつ見ていくって感じですね。こうやって起きてチャットワーク見ると、2、30件ぐらいは未読が溜まってるんですけど、まず見ていきますと。次は LINE も見ていって、いろいろ LINE があるのでチェックしていくみたいな感じですね。最後、スラックですね。基本は未読の部分を見て、その中で自分が返した方が良いものっていうところを洗い出していく。そうですね。実際どれぐらい時間とかってかかれてますか？まず朝来て見て返すのに30分。昼とかまた溜まってるんで、またそれに30分。夜にまた30分みたいな。ついでに午後ぐらいにもう一回見て30分とかなんで、なんだかな、1、2時間ぐらいかかってるみたいな。1日1、2時間だと30日だと30時間から60時間。そこが浮くだけでも月で見たらだいぶ楽ですね。それをどんな形で AI で自動化していくのかお見せできればと思います。事前に作ったものがあるので、これ今メッセージングアラートっていうものなんですけども、これを起動するとですね、スラック、チャットワーク、LINE に関しては個人アカウントが事前にお伺いしているので、パソコン操作して情報を取ってくるみたいなことをさせるような形です。アラートっていうのは未読のものがあったらここに出してくれるみたいな感じなんですよね。まず未読を抽出するのと、その中で鳥谷さんが絶対に返さないといけないもの、事前に判定条件を入れて判定させ、下書きの返信文までここまでの文脈を見て作る。これ私の方もちょっと使いたいんですけど、どうやったらこれはできるようになるんですか？この YouTube の概要欄のダウンロードリンクからダウンロードいただけたらそのまま使えるようになるので、ぜひ使ってみてください。今結果が出ていて、各媒体の中で返さないといけないものっていうところと返信案っていうのを作成している形です。これ開いて毎回これを打ち込むのなんか大変そうなので、どうにかならないですかね。クロードコードの画面にも出てくるんですけども、Slack の方にも通知しておりまして、その画面もお見せできたらと思います。こちらの内容自体ももうちょっと見やすいように加工はできるんですけども、返信の連絡、下書き文をさらに作ったりとかっていうのを、チャットワークでもいけるんですよね。チャットワークにもいけるんですね。どんな感じで告知されるんですか？毎日特定のタイミングでみたいな。クロードコードにクロード P という自動実行できる機能がありまして、パソコンで定期実行できる機能があったりするので、朝8時にメールとか LINE とかを起動させて見に行って、文章を作ってチャットワークに通知するっていう感じ。自動実行ってお金かかれた起動があるんですけど、そのあたりって大丈夫なんですかね？自動実行、主に2つやり方があってですね、1つはパソコンが自動に起動するっていうお話と、オンライン上でクラウドのサーバーの方で自動的に実行させる方法があります。前者のパソコンで動かせる機能に関しては、クロードコードはクロード P という機能と、Mac でしたらラウンチド、Windows でしたら Windows スケジューラーっていう、パソコンが定期的に特定のタイミングで動くみたいなの。そっちであればコストはかからない。なるほど。ただ、パソコン起動させておく必要はあるっていうデメリットはあったりするんですけども、優先順位ってどうやって決めてるとか、顧客の優先順位であったりとか、期限ですよね。日程調査の連絡とかって絶対早い方がいいじゃないですか。そうですね。特定のジャンルをあらかじめルールとして指定をしておいて、この場合優先度こう、この場合は中みたいな感じで書く形です。人間が連絡の優先順位につけてるようなロジックを AI にあらかじめ指示しておけば、それを通りにやっていく。
くれます。では、2つ目ですね。ミーティングの議事録になるんですけども、これはどういう流れでやられてますか？まず前提 TLDV という AI ツールを使ってますと、そこにミーティング終わったら書き出されますと。それをコピペしてチャット GPT に貼り付けて、お客様用に整形してくださいって言って直したやつを最後手動で直して整形して送るっていう流れですね。毎回ちょっとここ違うんだよなとか、お客様にそれ直接言わないでしょみたいな、あったりするので、もっといいプロンプトはないかなと思いつつ、プロンプト作るのもめんどくさいから自分で直してやってるっていうのが現状ですね。特にこういう観点が微妙とかってあったりします？毎回お客様に送る用の文章じゃなくなってしまうとか、何々しとか、いや、しって使わんやろみたいな、何々様でしょとか、議事録じゃあ使わんでしょっていうところを直すのが面倒って感じですね。そのあたりはプロンプトで制御した方が良かったりはしますよね。チャット GPT な理由だったりします。チャット GPT が一番チャットコミュニケーションしやすい。クロードでやりたいちょっと時間かかるんですよね。チャット GPT の方が若干早い。自然な言葉とかはクロードの方が強かったりするので、スピードは確かにチャット GPT の方が速かったりするんですけど、ただこのあたりも自動化すればスピード感って大事じゃないというか、そのあたりを自動化する方法をお伝えできたらと思います。これもですね、事前に作らせていただいたものがあります。今回は手動で今叩いて送ってるんですけども、TLDV の連絡が来たタイミングで API に自動で取得して送るような文面に変えるっていうのをクロードコードでやっております。クロードコードがなんだかんだいいって感じですか？外部連携といいますか、議事録だったら TLDV であったり、サークルバックであったりとかと連携して成果物を作らせるとかはかなり得意なので、私にはクロードコードばかり使ってます。あ、そうなんですね。コーデックスとかも最近来てるみたいな話も聞いたんですけど、コーディングには強いって言われてるんですけど、非エンジニアが外部連携しながら非エンジニア業務を自動化させるとか、まだクロードコードの方が強い。強いんですね。クロードコードはどんなケースで使うことが多いですか？資料作成ですね。資料作成はなんだかんだクロードコードの方がレベル高い気がします。はい。チャット GPT は合理的な回答とか得意だったり、スピードが速かったりするんですけど、自然な言葉で言うとクロードの方が強いです。今なんかどういう作業をしてるんですかね？議事録を取ってきて、メールの下書きを作るってところをやってます。ああ、なるほど。メールまで送ってもらえたらめっちゃ楽ですけど、もしか下書きぐらいまで。顧客影響もあるので、下書きを作るレベルに留めてるんですけど、自動送信も可能ではあります。サークルバックですと自動通知機能があってですね、こんな形で自動送付される形になっています。確かに人が議事録を送るっていうこともちゃんとやってる感という意味では必要だと思うんですけど、AI 側の自動議事録みたいなのを早く送った方が雑だったとしても嬉しかったりするじゃないですか。いや、まあそうですね。早く見たいっていうありますが、これはお客様側にもそのままパッて送られる。送れるように設定もできるって感じです。それめっちゃいいですね。お互いさんから送ってると変な内容とかだとノンチェックしてないとなるけど、サークルバックが送られるもんですってしちゃえば、それちょっといいかもしれないですね。サマリーの質と自動送信の内容自体は一番精度的には高いんじゃないかなと。あ、そうなんです。お高そうですけどね。これは 1ID4000 円とか TLDV とか乗ったとか変わんないですね。そんな変わらないです。1ID 入れとけば、その会議にその人が参加しなくても議事録が自動的にできます。今できたみたいで、こんな形のメールができてる形ですね。合意事項を確認検討中事項を次のステップ。非常に自然ですね、これは。これ欲しいっす。このプロンプト。こちらもダウンロードリンクから。あ、本当ですか。ダウンロードできます。メール設定までしていただけるっていうのは非常に楽ですね。サークルバックのところからメールアドレスを API で取得して、ここに貼り付けることができるので、3つ目ですね、動画チェックになるんですけども、実際にどんな形で行ってますでしょうか？チャットワークで動画確認欄があるので、ディレクターが送ってくる動画に対して動画を流してチェックするってだけですね。3倍速とかにして飛ばし見ていって、重要なところだけちゃんと訴求できてるかなとかを見るっていう感じですね。サムネタイトルも共有してもらってんで、これはちょっと違うなみたいな。いや、これはこうだなみたいな。割と結構頭で考えてやってますね、そこは。サムネ考えるとことかは、もちろん AI でもできるんですけど、人のチェックっていう観点はまだまだ残るかなと思います。そうですね。ただ、動画内で入れてはいけない情報であったりとか、説明の部分がおかしかったりとかに関しては、AI がチェックできるので、そのあたりをでもできたらと思います。限定公開状態のリンクチェックとかでもいけるもんなんですかね。限定公開の動画もブラウザ操作させてキャプチャーを取ってみたいなの可能なんですけど、動画ファイルとしてあった方が精度が高くなるのと、あとはトークンの消費される効率が高くなる。今ですね、動画のスクショを取って、キャプションと動画の内容に違和感がないかみたいな AI に判断します。動画のままっていうよりも、静止画を取って、それで判断してるわけですね。AI だからそれができるわけですね。膨大な作業であっても。書き起こしとかもまさに動画からやって、喋ってるデータとこのスクショのデータを付き合わせながらチェックする。喋ってるのを書き起こして、さらに静止画をくるくる照らし合わせてチェックするっていうのを何万回繰り返すことをやってるわけですね。これはちなみに無料でできるものなんですか？
書き起こしに関しては、チャット GPT の Whisper という API があって、それを元に動画を書き起こさせてします。これは有料になるんですけども、パソコンの標準の機能で動画を書き起こす機能もあったりするので、そうなんです。それは無料になります。無料を使えばいいだけでもないですかね。精度が Whisper の方が高かったりします。早速できましたね。いいよどもいけるんだ。あとは弊社の動画ですと、クロードコードに映っちゃいけない情報とか映ってないかっていうのがなるほど。モザイクとかをやり忘れるとかありがちじゃないですか。ありがちですし、API 機映ったらやばいとかあると思うんで、顧客名が載ってないかとかも、そういうところのチェックとかも AI でも網羅的にやれつつというか。コンプラとかリスク管理の意味合いでも AI チェック入れるのはめちゃくちゃ理にかなってますね。映っちゃダメ系のが全部合わさったチェックプロンプトみたいなのあるとありがたいですかね。こちらもダウンロードリンクから本当ですか。今 AI で編集まで自動的にやるところもできてはいるんですけど、人が完成度を求めるんだったらやった方がいいパターンもあるかなと思って、ただチェックをするっていうところにも価値があるなと思うんです。そうです。編集はやっぱり人の手でやんないといけない気がしてて、僕もやっぱ AI でショートとか作ったりするんですけど、微妙なんですよね。言語が難しいんですけど、チェックに関しては全自動とかもロボットでいいと思ってるんで、これは本当に素晴らしいなと思います。チェックも人を残しつつ AI とダブルチェックさせるのはどの企業でも有用かなと思います。最後の収支表チェックっていうところに関してです、実際にデモを作ったのでお見せできたらと思います。サンプルで作った YouTube 動画制作受託会社の収支表という形になっております。数字を扱ったりとかしておかしな部分とか前月とか比較した時にこれ高すぎじゃねとか、そういう数値に関しては AI が得意だったりするので、そのあたりを紹介いたします。事前にやらせていただいたのがこのあたりで、請求漏れとか有機みたいなところもチェックが可能になってます。外注急増してますよねとか、指摘とかサマリーを送ってくれる感じ。なるほど。改善点とかまで教えていただけるとありがたいですね。クロードコードにはスプシを見に行ったり書き込める機能、ゴッグクリというものがあってですね、普段使われている収支表の管理表を読み取ってポイントを見ていく、自動的にパソコン上で特定の月初とかで起動して見に行くみたいなのが簡単です。ここは人がチェックした方がいい部分もあるんですけど、ダブルチェック観点で AI にチェックを入れても結構フラットな意見もらえていいのかな。確かに。こちらも概要欄のリンクからできますので、今日撲滅した4業務、実際インパクトとしてありそうですか？全体的にかゆいところに手が届かなかったみたいなところで、総じて導入したいっていう感じになりましたね。どこがインパクトっていうよりも全部一様にインパクトだったので、専門家のご意見を聞くっていうのがめっちゃ大事だなと思いました。クロードコードですと、もっとこういう指摘とか欲しいんだよなとかっていうのをスキルって形でどんどん育てていくことが可能だったりするので、育てていくとどんどん自分に欲しい指摘とか欲しいチェックとかができるようになるので、ぜひ早めに導入された方が良いかなと思っております。非常に参考になりました。クロードコードなんだかんだ強いですね。なんだかんだまだまだ強いので、強いですね。ぜひクロードコードを活用いただければと思います。こんな形で自社のどの業務から潰せばよいかをご相談したい方は概要欄のホームページからお問い合わせいただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。